お隣さんの紫の小さい花。今は葉が落ちて枝ばかりだけれど、このお花だけこっちに顔を出しててかわいいな。今日は先日穴だらけのジーンズを穴を塞いでリメイクして次女のショートパンツにしたのだけれど、夫のジーンズがまだ残っているから、これを使っておうち小物を作りたいな。2年前くらいにお家にある歯切れで3人の子供たちのルームシューズを作ったのだけれど、もうだいぶくたびれている。長女はサイズアウトしてしまったから、夫の残りのジーンズと歯切れで3人のルームシューズをまた作ろうかな。これくらいジーンズは残ってるんだね。これはメルトンフリースの歯切れたち。フルタオルも使っていこうかな。朝晩は足元冷えるし、フリースの内布で中の芯にフルタオルを使おう。早速型紙を作っていこう。ネットで足のサイズを測る測定表があったから、これを目安に作ろう。だいたい長女はこれくらいの足底かな。縫い代をつけていこう。こんな感じでいいかな。あと2サイズ分作ろう。カットしていこう。3人分カットしていかなくっちゃ。これは使い古したタオル。ジーパンは一番底に使おう。型紙入るかな。大丈夫そう。
表布はどの端切れにしようかな。表布は可愛くしたいな。チェックとドットの端切れで表布は作ることにしよう。早速仕立てていこう。どうやって作っていくか試行錯誤して進めていこう。まず中の芯にする古タオルに外表布を仮縫いしよう。そこに使うジーンズを中表にして返し口を開けてぐるりと縫おう。カーブに切り込み、返し口から表に返そう。周りをぐるりと縫おう。こう合わせて脇の部分を縫い付けよう。内布のフリースをこうして外表に合わせてぐるりと仮縫いしよう。お腹がすいた。夜ご飯を食べよう。
ルームシューズの外側を包むバイアステープを作っていこう。余っている端切れで作ろう。バイアステープが可愛いと仕上がりも可愛くなりそうだからね。バイアステープにアイロンで折り目をつけていこう。バイアステープで包んでいこう。縫い代をカットしよう。ジーンズを中表で縫ってそこにしたから分厚くなりすぎてあんまり良くなかったな。2つ目を作るときは改善しよう。カーブに切り込み。今度は表側に折って縫おう。
今度はちょっと底の作り方を改善して、表布と合わさるところだけ縫い代をつけて、そこだけ中表で縫おう。表に返そう。あとは先ほどと同じく作っていこう。子供たち3人分だからワンセット2個で合計6個作らなくっちゃ。